皆さんこんにちは、のらんです。いやー、世の中ね、夏です。夏ということは夏休みです。ちらちらとね、動画でもお話ししたりしてるんですけど、私一応娘が2人いまして、2人とも小学生なんですね。で、小学生ということはつまり絶対夏休みがあるんです。40日ぐらいね。ということでね、ちょっとなかなかね、普段のように動画を撮ることができなくて、ちょっとね、夏休み授業に集中する形になるかなと思いつつ、でもせっかく夏休みなので、夏休みにしかできないことをね、私もやりたいなと思いましてね、ちょっとなのでいつもの手芸とは離れる形にはなるんですけど、夏休みにね、ちょっとチャレンジしようかなと思います。はい、こちらです。見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、2年3年前ぐらいからね、ちまちま流行ってますけど、こういったミニチュアハウスを作ることができるキットなんですね。これはね、ちなみに多分ね、1年ぐらい前に本屋さんで買った記憶があるんですけれども、実際にはね、他にもいろいろ売ってます。で、おそらくですけど、日本じゃないよね、メーカーが。多分海外なんだと思うんですけど、一応日本語説明書付きということでね、日本向けに再パッケージされているものなんだと思います。そうで、夏にね、これを作ってみようかなというところなんです。正直ね、すごく自信がなくて、1年前ぐらいに作りたくて買ったものの、開けたんですよ。実はこれ開いてるんですけど、開けて見て、やば、無理かもって思ってそっと閉じて寝かせてました。なのでね、正直すごく自信はないんですけど、皆さんもね、いらっしゃると思うんです。興味はあるけど実際のとこどうなのっていう方も多いと思いますので、私のように、工作ぶっちゃけ苦手という人間が夏休みにね、チャレンジしたら果たしてできるのかどうか、どんなクオリティになるのかというのをもう実証実験としてね、見ていただけたらなというふうに思います。一応ちょっとね、開けてみますね。はい、こんな感じでね、材料が一応小分けのこういうジップロックみたいな袋に入ってね、めっちゃ入ってるんですよ。楽しそうだけど、うわやばって思ってそっと自しました、その時は。で、夏休みということもあって、ちょっといつものような収録ができないので、おそらくね、後付けナレーション方式にはなってくと思うんですけど、逆にいつもとは違って作業風景をね、リアルにお伝えできたらなというふうに思ってるので、作りながら動画を回しながらタイマーもかけていこうかなというふうに思います。で、夏休みだいたい40日間ぐらいあるんですけど、週に1本か、2週に1本ぐらいで、経過をね、皆さんにお伝えして、最終的に夏休み終わるまでに完成したいなという感じです。なのでね、ちょっと今日の動画はオープニングみたいな感じになっちゃってて、作業もねまだやってないんですけれども、もしねご興味があったらね、見ていただけたらなというふうに思います。でもちろんね、できれば完成させたいと思ってますし、完成できたらね、どうなんだろう、シルバニアの子にぐらいなのかな、それでももっとちっちゃいのかな、わかんないんですけどね、私の持っているちっちゃいお人形さんとかをね、レイアウトしてお写真だったり動画を撮りたいなというふうに思っています。ということで、この夏休みは、この作ろうミニチュアハウスのジェイソンズキッチン、このキッチンのミニチュアをね作っていきたいと思います。はい、ではね、ここからはね、ちょっとナレーション方式でお話をしていきたいと思います。で、基本的な材料は全部箱に入ってはいるんですけれども、とはいえね、道具が全部あるわけではもちろんないので、道具と、あとあると便利かなって思われる道具もね、最初に一応集めておきました。基本的なところなんですけど、ハサミ、カッター、のり、あと爪楊枝と両面テープ、ボンド、あとね、今回パーツがすごく細かいので、一応それをね分別する用としてセリアで小分けケースがね
あるので、それをね買っておきました。で、実際箱の中のね取扱説明書がね入ってるんですけれども、これをね最初に見ときゃよかったんですが、取扱説明書にね必要な道具はね記載されてるので、これから作られる方はね道具を揃える前に取扱説明書をちゃんと読んでおくといいかなというふうに思います。でね、中身の部品がとにかく多い上に、こう一応小分け袋みたいなので入ってはいるんですけど、なんかね5分けぐらいにしかされてなくて、アイテムごとに分かれているわけではないので、番号とかもそんなに明確には振られてないですから、このパーツは何に使うんだろうっていうのをひとしきり悩んで、なんとかこのままざっくり何も考えずに作り始められないかなって思ったんですけど、まあね考えた末に諦めて小分けの袋を用意しまして、そこに、作るアイテムごとにね分けるところからスタートしていきました。とはいえアイテムによっては紙を切らなければいけないものとか、布を使ってるものとか、銅線とかその金具っぽいものをね使ってるものとか、結構ね素材がまちまちで、こう開いて思ったのはね結構紙を使ってるものも多いんですよ。なのでね、これねどのパーツを使ってるのかとか結構理解するのにまず時間がかかって、なんやかんや何もせずに30分かかっちゃったんですね。でもこのままだと何もしないで1日目が終わりそうで、もうそうするとね2日目に突入できないじゃないですか。モチベーションがだだ下がっちゃうので、なのでもうとりあえず今日は何か成果を上げたいなと思った結果、木製パーツのみで作れるものを作って、家具っぽいものをねとにかく作って、家具ができたっていうモチベーションをね上げていこうと思って探して、結局ね机と丸椅子2つとシェルフ、なんか棚みたいなやつですねを作りました。でこの3つはねほぼ木製パーツのみで組み上がる、ボンドでくっつけるだけのものだったので、もうこれはねめっちゃ簡単でした。もう子供の雑誌の付録よりも簡単って感じで簡単に作ることができました。もうこんだけでもねだいぶ十分ねテンション上がったので、もう初日はとりあえず簡単なものから作るのはねほんと大事だなと実感しましたね。そんなこんなでね初日は47分で作業を終了しました。もう最初の30分悩んでたので実質17分作業ですけど、そんでねこの3つのアイテム作れたのは大きかったかなというふうに思います。で2日目ですね。2日目は、何しようかなって思ったんですけど、部屋というかキッチンですけど、部屋の壁と床のね塗装をすることにしたんですよ。でパーツ作り続けてもよかったんですけれども、その側というかね入れ物があるとどんどんアイテムを設置していくことができるのと、外壁はね塗装が必要だったので乾くのに時間もかかっちゃうからということでね、まずはねちょっと塗装をしちゃおうと思って、2日目は塗装をすることにしました。で筆と絵の具はね付属をしていたんですけども、絵の具がねなかなかに塗りやすかったんですよ。もう正直当てにしてなかったんです。絵の具はねなんなら固まってんじゃないかなとか、なんなら足りないんじゃないかなとか心配してたので、もう市販のものを使うことも全然想定してて、なんなら家にあったんですけど、付属の絵の具で十分事足りました。ただ元々のボードの色がね結構濃い茶色なので、割とね白くなるまで塗るには何度かね重ねる塗りが必要で、結構ね 2,3 回重ね塗りしたんですけど、そんでもやっぱね完全に真っ白にはならなかったですね。私はねちょっとめんどくさくなっちゃったのもあって、これも味かなと思ってね、3回塗ったぐらいで終えちゃったんですけど、絵の具はねちなみに全然足りました。で筆がねなんならもうちょっと大きめの平筆があったらざっくり塗るのには楽かなと思ったんですけど、それも別にね問題なく、筆もねちゃんとした筆だったので良かったかなという感じです。で基本的に塗装が必要なのはその大枠の部屋のね壁と床なんですけども、なぜかねクローゼットの一部パーツだけ塗装が必要で、なんかねよくわかんないんですけど、じゃあついでにクローゼットも組み立てちゃおうかなということで、クローゼットもね、2日目に組み立てて1時間9分でね、作業を終える形になりました。なのでねこの1日目2日目で約2時間ぐらいに合計作業したんですけれども、ここまではねもう本当に簡単なものをチョイスして組み立てて
たので、ちょっとねこっから先が完全に読めないです。最初にも言ったんですけど、その銅線とか紙とか木製パーツ以外のものがねかなり識別困難で、しかも切ったりしないといけない素材ですので、その辺をまずはね精査するところから3日目はスタートするかなというふうに思ってますね。これは全てね完成させるにはねかなり困難を極めそうな代物なんですけれども、せっかくここまでね手をつけたので、次回もね頑張って乗り越えていきたいと思います。ということで本日はミニチュアキッチン製作の第1回目をお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。